こんにちは。今回はこちらのピアスを作ります。僕と材料です。針。これはビーズステッチ用の針です。ビーズが通れば専用のものでなくても大丈夫です。ビーズ刺繍用の針や薄地用の針、長さは少し長めの方が使いやすいです。それからハサミ、ビーズステッチ用の糸、マルショービーズ。これはダイソーさんの商品です。4mm のそろばんビーズ。こちらもダイソーさんの商品です。10mm のコットンパール。それから引物パーツラウンド 20mm と 30mm のものを使います。そしてピアスパーツ、これは直接つけているんですけれど、缶付きのものなどを使うときは丸缶も準備してください。まず内側の小さい方のパーツから作っていきます。ビーズステッチ糸を70センチぐらいに切って15から20センチぐらいでパーツに結びます。肩結びをします。針に糸を通してそろばんビーズを2粒取ります。ビーズをパーツの際まで持っていって針を前から後ろにくぐらせます。2つ目のビーズの糸が入って出ている方、この出ている方から入っていく方に下から上に針を出します。次はビーズを1粒取ります。ビーズをパーツの際まで持っていって外のリングに引っ掛けるようにビーズの下から上に針を入れます。糸を出した後、ビーズの下から上に出した後、針はパーツの後ろに出す方が作業が楽です。次のビーズを1粒取ってパーツの際まで持っていってのリングに糸がかかるように前から後ろに糸が引っ掛ける感じで糸を持ってきます。ビーズの下から上に向けて針を出します。これを1周埋まるまで繰り返します。最後の1粒です。同じように設置した後、一番最初のビーズの上から下に針を出します。金具を渡るように最初のビーズに下から上に針を通します。糸をしっかり引いてビーズとビーズの間の糸を拾ってできた輪っかに針を通し一度結び目を作っておきます。次はパールを刺すのでパールをつける位置まで針を移動させます。一つだけ移動させようと思います。隣のビーズに上から下に針を通してリングパーツをまたぐようにして下から上に針を出します。パールを針に通します。先ほど針を通したビーズの対角のビーズに上から下に針を通します。リングパーツをまたぐようにしてビーズの下から上に針を通してまたパールに針を通します。反対側のビーズも上から下に針を通します。これをもう1往復繰り返します。これで小さいリングには全てビーズがつけられたので糸の処理をしていきます。リングパーツをまたぐように針をビーズの下から上に出して
ピースとピースの間の糸を拾って輪を作ります。ここに針を通して結び目を作ります。隣のビーズに針を上から下に入れて、リングをまたぐようにして下から上に針を入れます。隣のビーズに針を上から下に入れて、何回か同じようにステッチしてあるビーズに同じように針を通します。もう一回ぐらい結び目を作って、また同じようにビーズに針を通していきます。何回か繰り返したら糸を切ります。最初残していた糸も同じように処理します。中のパーツが仕上がりました。次に大きな方のパーツを作っていきます。糸は110センチほどカットして、片方の糸端15から20センチのところでリングを結びます。肩結びします。長い方の糸を針に通します。ビーズの付け方は先ほどと一緒です。丸小ビーズをステッチしていきます。ビーズを2粒取ってリングの際までビーズを移動させます。針がリングの手前側にあるので、後ろになるように通します。2つ目のビーズの下から上に針を通します。この時糸がリングを渡るようにして通します。この時針はリングの後ろ側に出す方が作業が楽です。ビーズを1粒取って糸がリングを渡るようにしてビーズの下から上に針を入れます。1粒取ってステッチしていくを繰り返していきます。途中で小さい方のパーツを取り付けます。小さい方のリングに糸を通します。ビーズを1粒取って大きいリングをまたぐようにビーズに下から上に針を入れます。また小さい方のリングに糸を通してビーズを1粒取って大きい方のリングをまたぐように下から上にビーズに針を通します。バランスを見ながら続けてステッチしていきます。今回は8箇所留めました。そうしたらまた最初と同じようにステッチしていきます。小さいリングに通さずに外の大きなリングにだけ引っ掛けるようにしてステッチしていきます。最後の1粒をステッチして一番最初のビーズに上から下に針を通します。リングをまたぐようにして一番最初のビーズに下から上に針を通します。次はこの段のビーズをステッチします。この中央になるビーズから10個分のビーズのところまで移動します。
今針を出したビーズの隣のビーズに上から下に針を入れて、リングをまたぐようにして同じビーズの下から上に針を通します。これを繰り返して目的のビーズのところまで移動します。目的のビーズまで移動できたら、次の段のビーズを取ります。進行方向、この場合は右隣の1段目のビーズに上から下に針を入れて、リングをまたぐように下から上に針を通します。2段目の一番新しいビーズにも下から上に針を通します。新しいビーズを1粒取って1段目のビーズとビーズの間の糸を拾うように針を通します。下から上に針をビーズに通します。これを繰り返します。ビーズを1粒取って1段目のビーズの間の糸に引っ掛けます。ビーズに針を下から上に通します。最後までステッチしたら、こちらの右隣の1段目のビーズに上から下に刺して、リングをまたぐようにして下から上に針を通します。1段目と2段目両方通します。そしたら1つビーズを移動します。隣のビーズに針を上から下に入れて、1段目の胴にかけるようにして針を下から上に入れます。3段目のビーズを1粒取って2段目のビーズとビーズの間の糸をすくって、新しいビーズの下から上に針を通します。これを繰り返します。最後は2段目のビーズの上から下に針を入れて、1段目の糸をすくって下から上に2段目のビーズと3段目のビーズ両方に針を通します。これで全てビーズがステッチできました。あとは先ほどと同じように糸処理をしていきます。何回か糸をくぐらせて、適当なところの糸を拾って結んだり、最初に残していた糸も同じように何箇所かくぐらしてから糸をカットします。モチーフが完成したのでピアスパーツをつけます。これで完成です。